履きたいホイールがあって、ちょっと履かせてみました。それにしてもこれ、ちょっと出過ぎじゃない？出過ぎじゃないかなってことで、これは入れるの大変だよ。どうやって入れるんだこれ。グータラズです。夢ある車 FD3S 復活への道ボリューム4ってことでね、ちょっと今回はね、キーレス作業から抜け出します。もうあれね、なんていうのかな、行き詰まって失敗して、またね、塗って乾燥、ちょっと嫌になったんでね、ちょっと車体の方やっていきます。そんでね、履きたいホイールがあるんですよ。そう、それをね、ちょっと装着してみました。ちょっと出過ぎじゃないってことで。今、純正車高です。純正車高っていうのかな。そう、ワークマイスター 10.5J オフセットプラス5、19インチです。アリストに履いてたホイールなんですけど、アリスト別のホイールを履くので、これをね、この19インチを FD に履かせようと思ってるんです。フロントも出るね。フロントはね、9.5J オフセットが7の19インチ。オフセットがやっぱね、ビッグセダンのサイズなんで、やっぱね、相当出る。アリストでも相当出るからね。これに飲ませんのは大変じゃねえかと思ってね。でもやってみたいんです。やりたいんです。入れたいんです。どうしてもってわけじゃないんだけど、このホイール好きなんですよ。ワークマイスター好きなんです。で、この方はもうね、廃盤なんだよね。今のマイスターは、ピアスボルトがついてね、バッと派手なんですけど、これピアスボルトがないタイプで、これも確か廃盤なはずでね、ちょっとシンプルなんだよね。シュッと見える感じでね、結構好きなホイールなんで、でもほら、気持ちいいぐらいに出るでしょ。気持ちいい、逆に。こんなの。アメリカ人ぐらいしかこんなんやらないでしょ。ってぐらい出てます。いや、これ入れるの大変だな。どうやって入れよう。でも見た感じはね、かっこいいよね。今回の車のテーマはね、このホイールを履かせていきたいんですよ。しかもナローボディで。爪折りぐらいは良しとして、大幅なボディ加工はなし。フェンダーつけたりね、ブリスターつけたりっていうのはね、やめたいんだよね。そう、オーバーフェンダーつけたりブリスターにするとそれ入るよ。それ入る。でもね、それをやりたくないんだよね。みんな今もうブリスターだ、フェンダードーンだみたいな。今ね、多いじゃん。なんかそれなしで、ナローボディのままスッとね、一回りこの小さいスポーツカー、この FD のこの小柄な感じを、小柄なこのパッと見を生かしてね、はめてあげたい。ってことで。入れるって言っちゃやっぱりアームでしょう。とりあえずアップアーム。これをね、ちょっと変えていこう。ってことで、いろいろ探してね、アップアームを変えました。なので、アップアームね、外していくんですが、いろいろこの辺、スタビリンクだとかを外すんだね。意外とでもね、アップアームがこの一体になってて、意外と扱いやすいイメージがありますね。スカイラインなんか、マルチリンクでいっぱいこちゃこちゃいっぱいついてさ、調整するのもいっぱいあって、ちょっとめんどくさいなって感じなんですけどね。FE の場合、なんかすごくいじりやすい、スッと取れてね、この辺のアームもね、スッと取れるんですよ。使いやすい車だなと思って。ほら、もうこの辺ですぐ外れます。すぐスッて取れますから。使いやすいと思って。ほんでね、ついてる車庫帳。これね、純正車庫帳です。バサースト R ですからね。R じゃねえな。タイプ R バサーストだね、グレードがね。16インチキャリパーだね。そう、車庫帳もね、外しておきます。でね、ちょっと車高を下げる体で、車庫帳は外したまま調整っていうのをね、していきます。そう、今回買ったアーム、中古でした。中古のアーム、ないんだね。
うシャガヤもなかなかない。新品もないし、やっと見つけてね、中古で出てて、もう速攻で買いました。ちょっとね、純正より1センチ、遠目に短くなる感じですね。それをね、全開で短くして、一番短いところでつけてね、で、アームを組んであげて、で、またタイヤを組んでいくって3段です。これをね、やっていきましょう。っていうのでね、組んだんですけど、取り忘れ。すいませんね。そう、結論から言うと、まだまだ出てる。なので、そう、ピロあるじゃないですか。このピロのナットも外しちゃおうと思って。そうするとまたさらに1センチぐらい短くなるでしょ。でもね、ピロのナット外すと使えませんからね。公道は走れませんよ。この辺何か考えないとダメです。本当に。これを外して、そうすると短くなるじゃんってことで、これをね、外してみました。で、装着してみたんですけど、今度ね、切らなきゃダメだ。当たるんだよね。当たるっていうか、もうね、限界値なんだね。なのでね、あれを遠目にカットしました。ここまで来たらもう入れるしかないからね。入れよう。とりあえずマイスター入れよう。ってことで、さらにまた遠目にショートです。ナットがないからね、普通に使えませんからね。気をつけてください。そしてこれで装着してみましょう。どうです？もうギリギリ爪に当たってます。もうギリギリ入ってない。ギリギリ入ってません。うわ、入ってねえじゃんと思って。でもね、本当にもうどうにかこうにかすれば入りそうな感じはあります。ただめっちゃキャンバーつくけどね。そりゃそうだよな。そう、ここで気づいたんですけど、FD って車高下げるとすごいトーアウトになるんですね。めっちゃトーアウトになってるんですよ。これもうモックスで分かるぐらいのトーアウトです。すごいんですよ。こんなトーアウトになるんだと思ってね。ほら、分かります？すごくね、出てるでしょ？出てるって、ホイールは出てんだけど、トーアウトなんですよ。すごいトーアウトになるなと思って、これちょっと遠インにしてあげれば少しはまた入るんじゃないかってね、淡い期待をしてるんですけどね。そう、どう調整すれば少しは良くなるんじゃないかと思ってます。本当にね、ほら、これぐらいキャンバーついてます。でもね、許容範囲じゃない？これぐらいだったらね、ドリドリとかすげえついてるもんね。これぐらいでいいんじゃないかなと思ってね、見ておりますが、アームじゃ使えないからね、もっといろんなことを考えなきゃダメですけどね。ほら、見た感じもすごくトーアウトでしょ？この辺から見るともうすごいもうトーアウトに見えるんですよ。で、後ろから見てもすごいトーアウトで、このトーをね、ちょっと入れてあげて、トーインにしてあげて、ほら、今こういう感じ。爪をこう折ってあげて、で、タイヤ今245なんで、タイヤを235の引っ張りにしてあげれば、これぐらいの車高でなんとかいけねえかなって淡い期待をしてるんですけどね、少し叩き出さなきゃダメかもしれないな。どうだろう。この辺はまだね、わからない。とね、調整してみましょう。でFD、この辺の調整もね、すごい簡単です。もうすぐ目の前にトーコントロールがあるんです。ほら、いじってるあれ。これめっちゃ簡単じゃんと思って。これをね、一番短くしようとしたらもう限界になってた。限界に短くなってた。またね、ありますよ。そう、カット。ほら。こういう風に合わせになってるので、あそこの部分、ほら、あの部分を5ミリずつカットしてあげればまた5ミリ遠いになるでしょ。なので合わせの部分をね、5ミリずつね、カットしてあげましょう。ということでね、カットしてきました。カットばっかりだな。そんなもんだよね。そう、短くなりました。5ミリほど短くなったので、この状態でまた組んでいきましょう。これ本当に便利だよね。本当に。意外とその部品点数が少ないですね。で、いろいろ調べてみると、
なんていうんだ、ロアームも変えるみたいだね。みんなロアームでこうキャンバーつけたり、あとはトラクションロッドっていうやつをね変えた方がいいとかって書いてたな。まあそんなことより今このマイスターを入れるために見ていきましょう。またねキュッて爪に乗ったね分かってんだけどね、少し入りました。ドアウトよりは少しそうだって入らねえからさ、すげえ悩んでんだよこれどうやって入れんだみたいな。大きな課題ですね。これをどうにかして入れたい。このナローボディの方が難しいだろうな。そうどうね調整してあげるとこういう感じ、これぐらいだとね入ってるよね。入ってる方ですよ。そう入ってる方で、これで爪折りしてあげると少しフェンダーが出るから、それでまた少し入るんじゃないかなっていう踏んでます。思ってます。あとは245の235にしてまたさらに引っ張ってあげてって感じかな。それで入るような気もするけどね。あのままのアームじゃ使えないから、アームのね。どうしよう。そう20インチも入ってみました。 SSR のエグゼキューター、以前にソアラに入ってたやつだね。でいろいろホイール持ってるんですわ。いろいろホイール持ってるんでね。で履いてみたんだけど、やっぱりでかいね。20インチはやっぱりでかいよ。でかいけどかっこいいな。やっぱりかっこいいよな。そう目を背けていたオイル漏れ見ていきましょう。盛大に漏れてるね。盛大に漏れてます。この辺多分ねオイルパンから漏れてますわ。オイルパンかなって思っております。いろいろ触ってみたら知ってるんですけどね、実際よく分かりません。多分オイルパンじゃないかなと思って、オイルパンがね盛大にオイルまみれになってたので、あとはこの辺タービンのオイルラインとかは大丈夫そうだし、ここは絶対漏れてるなと思ってね。エキセントリックシャフトのパッキンが漏れてるな。ここドレインから漏れてんじゃないかと思って、一応ねパッキンも買っておきました。ここは絶対漏れてるだろうなってところ。ここエキセントリックシャフトのパッキンだね。これは絶対漏れてんだ。ここもね結構ほら見えるかな。一緒のとこの継ぎ目、あそこにもにじみがあるので、あそこ絶対漏れてんな。嫌なとこ漏れてんなと思ってます。オイル漏れは大変だな。このオイルパンの漏れ直すのにやっぱこのエンジンメンバー外すんですって。調べたらね。そう大変だよね。そうするとエンジンメンバー外すってことはエンジンハンガーとかね必要でしょ。でエキセントリックシャフトのとこのオーリングパッキン変えるのもね一回ミッション外すんですって。そうするとねミッションジャッキ必要でしょ。設備がないよね。設備がない。どうしようと思っていろいろね頼んでみようと思ってます。知ってる人っていうかやってる人とかねいろいろね頼んでいこうと思って、ここはねさすがに青空じゃできないなと思ってさ、大変そうですわ。ってことでね、夢ある車 FD3S 復活への道ボリューム4やってまいりました。今回はねホイール履いてみました。この辺の作業は本当にもうねお遊びです。寄り道です。先にさっさとねエンジンかかる、エンジンはかかりますけどね、ブーストがかからないとかオイル漏れとかそういうのをね直していかないとなと思っております。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。